こんにちこんにちは。は。今回は新しく出ますマイフェアジャーニーの本のご紹介のビデオを撮っています。デザイナーの坂本さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今回の本は3年越しで頑張ってまいりました。はい。坂本さんが特にはい。大変だったと思います。内容は、パターンが12個、小物を含めですが、であと坂本さんのエッセイがありまして、あとみんなで、シェットランド島に行きましたので、そのお話、あとたくさん動画を用意してますね。はい。はい。では、本を作る経緯についてお話したいと思うんですが、坂本さんに私たちがお願いしたっていうことですね。そうなんです。もうフルのお仕事が定年間近になっている、春の始まりあたりで、お話をいただいて、そうですね。と思って、奈良のホテルに坂本さんを呼び出しましたね。ごちそういただきました。はい。坂本さんいつ仕事辞めるのかな。二人ずっと話をしてた。そう、もうそろそろだと思うよって言って。でももうフェアアイルが本になるってすっごく最初嬉しくって、もう本当にお話をいただいたその足で京都のお店まで行って、糸を選んで持って帰った覚えがあります。まあそこから数えるとだいぶですよね。3年。それでも3年ですか？ 3年半ぐらいですね。それで3年半ですね。まあ何にしろ編むのに時間がかかるものですから、大変だったのではないかと思います。本当に人に頼むっていうことができなくって、全部自分で編まないと気が済まなくって、それですごくお時間をいただいてしまいました。早いなって思って。そうですよね。まあ私たちの経緯としては、思いのほかフェアアイルの本当の技法を使った、シングルパターンでもあんまりなくてですね、本でもね。で、スティックをちゃんとやりたいと。であとはフェアアイルの基本的な流れに沿ったパターンを編みたいっていう希望があるものの、結構探すと、実は糸が、2プライのスピンドリフトとかじゃなかったり、もっと太い糸で見た目はフェアアイルに見えるんだけど、編まれていてゲージが全然違ったりとか、あとはね、なんか全模様じゃなくて一部だけ編み込みが入ってたりとかっていうのが結構多くて、往復編みのものもすごく多かったですよね。この糸使ってても。で、サイズがなかったりとか、買ってみてがっかりするってことが結構あって、なんか出るかなと思って数年待ちましたが、海外を探しても意外とそうなんですよっていう。だからやる意義があるのではないかと思って、やるんだったら坂本さんにお願いしようと思って、待っておりまして、無事できまして。よかったです。珍しいっていうか、私が見た中で初めてかなと思います。これだけ全部基本的なフェアアイルの編み方で、本を全部構成するっていう。フェアアイルで結構有名な方が出されてる本も意外となんか無地のものがたくさん載ってたりして、あんまりね、全フェアアイルっていうそうですね。が少なかったり、例えばこのフェアアイルの編み込みのものとシェットランドのレース模様の組み合わせの本とかはあるんですけど、全編み込みで来るっていうのは珍しいのかなとは思います。あとビデオがだんだん発達してきて、そのビデオでいろんな技法を載せられるっていうのもすごいいい機会かなと思って、ビデオもたくさん撮りましたし、今回皆さんスティックって本当に怖がってますが、全然ですよね。やってみる
っていうことはそうあるのかですね。なとも思いますし、ちゃんとスティックのやり方もお教えしてますし、拾い方もお伝えしてますし、処理の仕方もお伝えしているので、安心して編んでいただけるのかなとは思っています。ということで、何かご紹介できたらなと思いますが、私が着ているのがスケリーズです。旗目は全部シェットランドの島の名前ということになっております。こちらですね。はい。で、表紙だ。本当だ。似合ってた私。はい。似合ってました。はい、似合ってます。はい。もともと春のプルオーバーっていう名前で愛称は春のプルオーバーそうなんでですす。してくださってて、はい。なんか春っぽいですよね。はい。芽吹いた若葉って書いてありました。若葉のような色合いということですね。はい。ということで坂本さんはウォルステイ。そうですね。これは春のプルオーバーと、兄弟みたいな気持ちで作りました。最初春のプルオーバーを作って、トコさんが着てる分、はい。春の空気の感じを感じて、色選びをして、その後同じ公園を散歩してたんですけれども、ふっと足元の小さな草花が芽吹いてきてるのを見て、このウォルセイっていうのを思いつきました。はい。ミキさんに走ってもらったんで、最後。そうはい。それが懐かしいな。今私これ編んでます。あはい。りがとうございます。はい。メイキングの撮影風景の動画も出すんですけど、はいそこでしきさん走り回ってる。そうね、押してください。見てください。最初の方に走ってる姿が、なんか乗ってましめちゃめちゃ走ってるのがそう。可愛らしくてさ。はで、メリーさんが着てるのこれがノスになります。これメンズもあってシンプルな模様で、これとかが一番覚えやすい模様なのかなっていう。そうですか。そうですね。一番最初にこの本のお話をいただいたときに、はい。もう次の日から編み始めたのがこの文です。はい、なんか茶色にピンク色を合わせたくって、でも本当にシェットランドの基本の、はい、チャートを使って編みました。では覚えやすくていいですね。いいのかなと。はい。わかりました。すごいこの本サイズ展開はあるんですよね。そうですよね。珍しいと思いますね。結構ね、サイズあるんですかってご質問いただいてるんですけど、多分ほとんどのフェアールの本がサイズあっても2、3くらいかなと思うし、下手するとなんかメンズだと太い糸で編んでくださいぐらいしか書いていないのもあってっていう感じなんですけど、これ10サイズ展開？そうですね。XS から胸囲がだいたい150センチ前後ぐらいまでを模様合わせして考えました。はい。これだけあるのはすごいことだと思いますので、編むのはね大変ですけれども、はい。ね、基本的にはもう色以外は形は基本的な形なので、サイズによっては男性が着ても女性が着ても全然、そうですね。もう本気だけだと思います。そうですね。はい。はい、だと思います。これは今ハスターさんも編んでる。はい。みんな編んでるね。メリさんもこれ編んでます。これはもう本当に橋田さんがショートのカーディガンがあったら絶対可愛いと思うっていう一言から、はい、もう早速その次の日から絶対赤でいこうと思って編みました。はい。なかなか可愛らしい色合いで、これメリさんでるけど全然違いますね。そうですね。フェアアイは色が変わると全然違ったものができるので。はい。なんでレイヤー見たいけど本気が続くかと思ってる方は丈も短いし、いいかもしれない。このカーディガンかベストかみたいな感じでやるといい。あとこれがやっぱり坂本さん最難関ですか？このリスが編むのはすっごく楽しくって、サクサク編んだんですけれども、
それを皆さんに分かっていただくそうようにですよね。パターンにするっていうのがものすごく難解でした。はい。はい編むのはそうでもないですか？編むのはすごくね、なんかこうコツを覚えてしまえば、ちゃんと一つ一つの模様に対して目数と段数を把握しながら編むと、そう難しくはないと思うんですけれども、やっぱり編み慣れてない方がそれを模様の変わり目をきっちりと見つけて編むっていうのがすごく難しいのと、模様のセットアップがすごいしょっちゅうそうなんです。それと一色の段がすごく多いんですね。色を連れていかないといけなかったりするところが多いので、編みくるんで糸を連れていくっていうのがちょっと面倒くさいかな。じゃあやっぱり編み込みに慣れてる方におすすめするってこと、そうですね。ですね。夏ね、ちょっとリスが隠れておりますね。はい、リスがすごく可愛いので、ぜひこれは入れたかったので、でも皆さんがね、リスじゃなくっても自分のイニシャルだったり、何か他の動物に変えても全然いいと思うんですよ。ここだけ、イニシャルだったら一番簡単だし、確かにそうですね。ポケットをつけたかったので、ポケットは、全然簡単なんですよ。これは使いやすそうだと思います。とてもなんかあげても喜ばれる。なんせ前が空いてるから、そこまでのサイズ感が羽織れるのでね、気にならないっていうセのも、ンターの上からね着れそうなジャケットみたいなはい、感じ。いいと思います。可愛いですね。これうちのスタッフ一番人気ですね。そうです。はい。はい。一番大きな模様を使ったパターンになります。はい。一模様がすごく大きいので、ヘアアイルは倍数展開しかできないので、結構のサイズ展開少ないんですけれども、すごく生徒さんの間でも人気でした。はい。名前を言わないといけなかった。はい、名前。そうですね。はい。こうやってジャケットの下に着ていただいたりすると、また雰囲気が変わってすごい素敵だと思います。はい。これはもうこれやっぱ緑が好きだからなんか、すごいこれサンプラーが出た時みんなで盛り上がった。すごい可愛い。これが欲しいみたいな。そう。ヘブンネックなんですよね。リブは一色なので、それで最初に編むのにすごい取っかかりやすいかもなと思います。はい。ただフェアアイルのベストはこのアームホールが結構難しくって、アームホールを間違えてしまうとすごく袴みたいに広くなっちゃうんですね。そうですよね。で今回そこのところをすごく澤田めぐみさんが工夫して私が言いたいことを全部書いてくださって書き換えてくださったので、すごくアームホールも可愛くできると思います。はい。そうなんですよね。肩がこう下がってここがね、袴状になると、なんか着られてる感が出るんですよね。そうなんです。引き返しができないのが一つと、そうですね。はい。なるほど。はい。その辺すごくベストはすべて工夫してあります。これ愛子さんが本当だ。全然違うんです。雰囲気が変わります。すごい可愛い。この袖とこの口をちょっと色替えがするものをまた差し込むと、そうですね。すごい悩んでましたね、愛子さん。何回も座っちゃうんで。いいです。可愛い。でもフェアアイルは編んでる時に多少違和感が出てきてしまっても、編み上がって、ブロッキングするとお隣同士の色も混じり合うし、少し柔らかい色合いになってくるので、絶対大丈夫。自分の色で編んでくださってもいいと思う。自分を信じてやってくれっていう坂本さんのメッセージに書いてあります。本に。洗うとね、ちょっと絡み合って少し馴染みますもんね。はい。だと思います。絶対編んでる時不安になりますよね。そうなんですよ。本当に。そうなんですね。でも本当に好きな色を重ねると絶対間違いなくって、一色だけちょっと
冒険して入れてみると絶対可愛くできると思います。で、あとベスト2種類ですね。これは両方丸首になってます。で、こっちがヘトラ。この優しい色合いが特徴ですよね。これすごく色たくさん使そうってなんですよね。本当にここから見るとそうなんで複雑す。です。糸の長さはそんなにいらないんですけれども、色を変えて楽しくしてます。背景にすごくいろんな色が。本当水彩画みたいです。そう。なんか間は同じパターンで同じ色合いなので、間にこう好きな色を入れ込むのに、自分で色を決めるのに一番分かりやすいかもしれないです。編むのに。今回はもうパステル調っていう頭で始めた。このゴム編みを見ると、何色が使われてるか。よくわかります。グレーは、でもグレーも使われてます。グレーは、そう、グレーはゴム編みだけなんです。こうグラデーションにしながらの CC ですね。ゴム編みも非常に凝ってありますが、はい、すごい可愛らしい。で、これはこのグラデーションになってるってやつですね。フレッシさんが森の中で来てくれた写真がすっごい可愛くて似合ってて。これはまたいろんな色展開で作ると非常に面白いュ。これなともね、グレーもピンクもずっとグラデーションになってるんですよね。そうなんです。で、濃い色から薄い色に上がっていくようにグラデーションを作りました。で、首元のゴム編みはあえてもううるさくならないように2色展開にしました。色が変わるとすっごく雰囲気が変わります。バッグがすっごく可愛いんですよ。お揃いです。このパターンはちょっとサイズ難しいかなと思ったんですけど、サイズが大きくなると下側の黒い部分、濃い部分が長くなって、そうですね。上の方はみんなこんな感じ、この配色になる。この部分が、そこが長く高さがどんどん長くなるっていうサイズ展開の構造ね、またあれですよね。このモチーフがどんどんずれてるのが、結構難しい。横にずれてるんですよね、何メガずつ。ね、模様は一つなんですけど、そこが若干難しいかな。この同じ模フーラ様か。3点セット。めいごさんのお洋服そうなんです。されたっていう坂本さんらしいお話でよかったです。めいっ子のちっちゃな子供がめいっ子が好きでいつも着していたお洋服から発想を得ました。らしい模様3点セットでちっちゃい子に持たせたいですね。本当ですね。これ十分ですね。紐は編んで編んだもので、編んで中にドミドミを入れてあるので、確かにこっちは革の持ち手がついてて、このね革の持ち手も今作ってもらっていて、一緒にキットで売ることにはなってはいるんですけど、でも自分が編んだ持ち手で全然なんか強度は伸び止めが入ってると全く問題なさそうだ。でもこれはこの模様は本当にこのプルオーバーでもこのメリさん着てるもの、トコさん着てるものの残った糸でご自分で色合わせしてもすごい楽しいと思います。フィアールは絶対糸が残るんですね。使った量によって。だからそれでなんか次の小物を編んだらすごく楽しいと思います。本当ですね。ポーチでもいいですもんね。小さいね。でも慣れてない初めて編むフィアール編む人が編むのにはこの小物、すっごい楽しいと思います。編んでて。このマフラーが坂本さんがいつも教えてらっしゃる。そうですね。そうなんです。基本のマフラーですよね。これは本当にアミリスさんがまだ京都の小さなお店でされている時にワークショップをさせていただいて一つのこのマフラーの中でマジックループとそれからスティック、それからそのフィアアイルの編み地
の練習、そしてこれがゲージになればいいなと思って一番基本の基本で作ったパターンです、なのでね、10年ぐらい前にそうですそうです。最初の狭いお店でワークショップしていただいた時にこれを初めて教えてもらって、でここでスティークで切るんですね。スティークの練習をみんなしてからフェアアイルに挑戦っていうのは、やっぱりこれ最初に編むといいのかなと。最初ね、これメリさんが編んだものをキットにしました。きっと可愛いですそう、よね。もう何回見たか。すごい適当に色を選んででもすごく可愛くできてました。難しい思い出ですね。でも私のだいぶ小さいので、めっちゃ細い。ぎゅうぎゅうに編んだね。今回もしかすると少し目数増やしてるかもしれないです。かもしれないですね。帽子ですね。帽子はやっぱりフェアアイルの帽子はこの頂点のここはね、いいですね。楽しく模様がこうなっていくっていうのは。今回なんか初めての方にあんまりその模様のこと心配せずに、ここの頂点を編んでいただけるように模様を工夫しました。ここが工夫の見せ所なんです。よかったらぜひ。そうなんです。それだったらなんかね、簡単に目を減らせて、なんか模様の続きがあんまり心配しなくていい。綺麗にこう寄せて模様を寄せていくっていうのが技術の見せ所です。はい。ところでゲームして。そう、可愛くなってるでしょ、ここが。模様は少し小さく。そう、模様がどんどん小さくなっていく感じが編んでて楽しいし、おーって思うんです。皆さん楽しみながらこの頂点に向かって、サンプル色と、アミリスチームで選んだものと、坂本さんが選んだもの、基本3種類のキットを売る予定。どっちがどっちなのかわからないです。私たちが選んで、こちらでもう一回こちらも私が選びました。坂本さん風情だもん、これ。可愛らしいですね。全然違う。全然違いますよね。可愛い。これ青が効いてます。あとこの明るい赤が効いてますね。これやってみて合う色を選んだのに、なんかすごい色合わせって難しいんだなって改めて思ったのが、似たような色ばっかり選びすぎて全然模様が見えなくなっちゃって、それでちょっと選び直した結果がこれ男性用でもすごくいいですよね、アミリスの色。そうですね。男性が着るのに明らかに好きな色ですもんね。アミリスがこの青に黄色。可愛らしいです。どちらでも共通で着られそう。まあ全然こっちも男性着ても素敵だと思います。ぜひ着てほしいです。ぜひ着てほしい可愛いですね。はい。それで次がこちらですね。このパステル調の模様をまた全然違いますよ。はっきりしました。すごい。こっちはまだちょっと若干ぼんやりはしますけど、とはいえやっぱこのひし形の模様がはっきりしています。かわいい。なんかどちらも紺のジャケットの下とか着たら絶対可愛いと思います。すごい。これはもう本当にもう全然くっきりして、だいぶ分かりやすい色合わせに。ぼんやりさせてもよし、はっきりさせてもよしで面白いですね。ラインが出るのもすごく面白いと思います。はっきりと。本当です。面白いですね。マリさん着てるのと、メンズのこのブルーのかっこいいやつと、3つ目が坂本さん選んでくださった紫。大人っぽい。このね、緑がすごい本当だ。いいですよね。確かに。ちょっとグレーベースにしたんですね。なるほど。グレーでもちょっと茶寄りのグレーにしたんですよ。こっちはこの間の部分が茶色が濃いんですけど、こっちは模様の方が色が濃くて、この背景がちょっと薄い色になってる。だいぶ印象が違いますね。いや、これもだいぶ。これ私たちが選んだやつだよね。
でもこれもすごい可愛いです。可絶愛い。対可愛いです。はい。またなんかだいぶ違う。これはもうあれじゃない。中条さんに激推し。ミドラーの方ぜひ。いやだいぶ可愛いですよこれ。あ、これがそうね。はい。ね、可愛い。ね、あとこちらですね。はい、色合いで。はい。茶色っていうか、ベージュというか。女の子と男の子みたいな雰囲気にはなってますけど。ね、これあれなんでしょう。うちでしょう。そんな気まあがするけど。この青を選びがちです。そう。私がこの色が好きなので選びがち。そう選びがちですね。はい。本には色選びの話もあるんですけど、グラデーションにするんですね。そうなんです。フェアアイルは、上下対称、左右対称の模様がほとんどなんですね。だからその下から少し濃い色をで模様を編み出して、真ん中でちょっと光が強い薄い色を非常に分かりやすいですね。またその濃い色に戻っていくってすると、絶対失敗がない色合いになります。でも逆にそれだと本当に失敗がなくってフェアアイルの基本になってしまうので、そこをあえて選ぶのも楽しいかとは思うんですけど、真ん中に光が当たるような感じに、そうですそうです。私チーム結構無視して選んだから楽しなんだろうね。冒険これはしてるよね。私たちが選んだ色かな。これだけなんかそれっぽい感じでちゃんとなってます。セオリー通りになってますが、これも可愛らしい。ね、面白いですね。ということで、いろいろな色展開で、ショーキットをご用意しておりますが、全然違う。こちらですね。かわいい。かわいい。全然違いますね。面白い。これは素直にグラデーションにするのが良さそうかな。だと思います。せっかくグラデーションで作ったので。ね、両方かわいいね。リスですね。リスはっきりバージョンですね、こちらね。そうですね。はい。本物のはちょっと若干恥ずかしげにリスがここですね、なってますが、こちらはだいぶ模様がはっきりして、そうするとあれですね、カジュアル感がちょっと出ますね。そうですね。こうなってると思うと。なんか少しこちら側の色が日本的な色だなって思いながら編んでました。これはもう2色だし、本当お好きな色で自分で選びやすいですね。こちら、全然違います私編よんでるね。バージョン、ファミリスバージョンですね。それもだいぶかわいい。馴染みがある模様なので、ちょっと自分でまじまじと。これ、自分のも気に入ってます。これでだいぶ編んでますが、カジュアルな雰囲気になっておりまして、私が編んでる。これも模様がものすごくくっきりしてるんですけど、本当に洗っていくとまた違った雰囲気になっていくと思います。この紫ももうちょっとぼわって、もう少し柔らかくなっていくと思うし、で私は仕上げの時にほとんどこすってフェルト化はしないんですね。でサイズ感は頑張って縦横で出すんですけれども、逆になんか何十年も着るものなので、洗えば洗うほど雰囲気が変わってくる、だんだんフェルト化して、だから今年着たものと次の冬に出した時にまた少しそのフェアアイルの良さっていうのがどんどん出てきて、その経年で変化していく、それを楽しみたいなって思うから、最初にフィルとかしないんですけど、最初からしたい方は全然こすってもいいと思うんですけれども、すごいですね。編み物でそんなこう長年なんか着られるものが出来上がるっていうの確か一番長く着てるので20年以上着てるものもあるので。で
そう考えるとちょっとゆったりめじゃないですか、最初。でもあんまりぴったりしてると逆に縮むとちょっと小さくなっちゃう可能性はでもあるね、んですか？いやいや、隣同士の糸とくっつくだけで、サイズはほぼ変わらないんです。そうなんだからサイズは一番最初のブロッキングがすごく大事で、そこでサイズを出してしまったら、もうサイズ感がほとんど変わらないんですね。あと、隣の色同士が仲良くなって、色の雰囲気と糸の雰囲気が変わってくるって感じです。勉強になります。だけども本の中にも書いたんですけれども、フェアアイルは伸びが少ないので、サイズを選ぶときに少し大きめ、そういう意味では大きめ選ばれた方が着やすいと思います。生地がね、分厚いですもんね。だから中が他の糸で編んだ時より若干小さめ。そうなんですよ。厚みと伸びとで若干なんかお洋服のサイズ感に近くなる。お洋服のサイズ感で選ばれた方がいいかもしれないです。発売日いつでしたっけ？6月7日です、日本は。海外は14日で1週間遅れになります。きっとも用意してるけど、ちょっと人気でとても皆さん楽しみにしてくださってるので、売り切れちゃうかもしれないんですけど、あとは色によるかもしれないけど、時期を待てば入って、そうですね、継続的に補充しているので、スワッチとか今日紹介したものを見ながら自分でお好きな色を考えるのも面白いと思いますし、ぜひお店に足を運べる方は、お店で色選びを楽しんでいただければいいのかなと。実物を見ていろいろと色も選んでいただけるといいかなと思います。ぜひ本手に取っていただけると嬉しいです。岡本さん、ありがとうございました。いえ、もうこちらこそこのマイフェアエルジャーニーっていうお題もベリさんが考えてくださったんですけど、もう私の気持ちにぴったりと沿ったお題名になって、で本の中身も本当に私のフェアエルの旅っていう感じになってるので、ぜひパターンだけじゃなくて読んでいただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。